こちらでは、女性会社員、春菜の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、産業オフィスの差し入れ弁当。愛知県、豊山町。名古屋空港の明かりが遠くに瞬く夜。オフィスの一角だけが明るく残り、静けさの中にキーボードの音だけが響いていた。データベースの応答がまだ戻りませんね。こっちから再起動をかけてみる。春菜は上司と並んでパソコン画面を覗き込んでいた。刑事はとうに過ぎている。本来なら、今日は名古屋駅近くで同期会のはずだった。安田さん、今日は残念だったね。同期会。仕方ないですよ。こういう時のために、私たちがいるんですから。上司は苦笑いした。システムトラブル。データベース管理の部署にとって、それは緊急対応の合図だ。地味だけど、会社の全機能が止まる前に動くのは自分たちの役目。営業も経理も、設計も、みんな、この裏側のシステムの上で動いている。そんな責任感は、春菜を支えていた。けれど、今夜ばかりは少し胸が寂しい。同期会には、経理部の沢田も参加しているはずだった。同じ入社組の中でも、落ち着いた雰囲気で、話すと不思議と安心できる人。春菜が異性として惹かれる相手だ。安田さん、同期会、楽しみだったんでしょ？ちょっとだけ、ですね。上司に軽く笑い返し、画面に視線を戻す。そんな時だった。オフィスのドアが開き、足音が近づいてくる。こんばんは。まだ仕事中ですよね。顔を上げると、そこに沢田が立っていた。片手には紙袋、もう一方にはコンビニのビニール袋を下げて。沢田くん、どうしてここに？同期会は？途中で抜けてきたんだ。安田が来れないって聞いて、トラブル対応だと食事もろくに取れないだろ？だから、はい、差し入れ。春菜と上司が目を丸くする。おう、経理の沢田くん。わざわざどうしたの？いや、差し入れを持ってきました。安田さんの分と、課長の分も一応。沢田は照れくさそうに笑って、紙袋を机に置いた。袋の中には、きれいに詰められたお弁当。もう一つのビニール袋からは、コンビニおにぎりとカップ麺、お茶が覗いている。気が利くな。悪いね、沢田くん。いえ、同期会の店で頼んで詰めてもらった分と、途中でコンビニ寄って買ってきただけですから。春菜は少し言葉を失った。同期会、みんなで楽しく盛り上がっていたはずなのに。わざわざ私たちのために持ってきてくれたの？システム部、今トラブル対応中だって聞いたから。ありがとう。でも申し訳ないね。せっかくの同期会だったのに。いえいえ、問題ないですよ、課長。それに、沢田は少し視線を落とし、照れくさそうに笑った。安田のこと、ちょっと気になってたから。ね。思わず声が裏返る。上司が空気を読んだように、咳払いをして席を立った。俺は向こうの端末を見ながら、カップ麺食べてくるよ。沢田くん、ありがたく頂戴するね。では、あとは若い者同士で。そう言って去っていく背中を見送り、春菜はますます頬を赤らめた。もう、課長まで余計なことを。すみません。別に深い意味じゃ、いや、深い意味、あるかも。沢田の声は少し照れていて、それがまた優しかった。沢田くん、わざわざ同期会を抜けてきてくれるなんて、ごめんね。別にいいよ。安田が頑張ってトラブル対応してるのに、俺たちだけ楽しんでるのもなんだかね。それに、安田たちがデータシステムを守ってくれてるおかげで、俺たちも経理の数字を扱えるわけだし、そんな風に思ってくれてるなんて、ちょっと驚き。本当のことだよ。世間じゃ設計部とか営業部が目立つけど、裏で支えてる部署こそ会社の生命線だと思ってる。沢田は真剣な表情でそう言った。沢田くん。心の奥に温かいものが広がっていく。こんなに真面目にシステムの仕事を理解してくれる人がいたなんて。ありがとう。なんか報われた気分だよ。仕事にキリがついたらちゃんと食べなよ。
休憩も腹ごしらえも大切だろ。春菜は紙袋を開け、オフィスの机に並べて食事をとった。お弁当はまだほんのり温かく、即席味噌汁のお湯を注ぐ音が心地よい。同期会より、こっちの方が落ち着くかも。私、騒がしい席はちょっと苦手で。でも同期の前だと、一人で静かにしてるわけにはいかないし。それわかる。それに俺も、安田とこうやって静かに話してる方が、なんか自然だな。春菜は少し微笑んだ。沢田といると、不思議と肩の力が抜ける。しばらくして、端末のモニターに緑の文字が並んだ。チェック完了です。おう、さすが安田。解決したの？いや、大部分はって感じかな。あとはもう一回、全体のチェックして再確認かな。上司が戻ってきて、画面を確認する。よし、山は越えたかな。さて、安田さん、もう一踏ん張り頑張ろうか。はい、課長。そのやりとりを聞いて、沢田は席を立とうとする。じゃあ俺はこれで。部屋を出ようとしたとき、春菜が沢田を追いかけてきた。オフィスの明かりが穏やかに廊下を照らす中、静かな空気が流れた。本当に来てくれてありがとう。沢田くんが来てくれて、なんか元気出た。そりゃよかった。じゃあまた今度、みんなで飲み会しよう。今日の埋め合わせに、気心知れた数人で。うん、でも、春菜は小さく息を吸った。沢田くんと二人じゃダメかな。春菜が少し目をそらしながら伝えたその一言に、沢田の目がわずかに見開かれる。そして次の瞬間、照れたように笑った。いいの？二人で。うん。今日みたいに静かに話せる時間の方が、私は好きだから。そっか、じゃあぜひ。二人は目を合わせ、ふっと笑い合った。窓の外では、名古屋空港の誘導灯がゆっくりと瞬いている。システムも街も、確かに動き続けていた。その夜、春菜の心の中で、新しい何かが静かに動き出した。今夜ご紹介したのは、会社員の恋愛を描いた短編小説、残業オフィスの差し入れ弁当でした。データベース管理担当の安田春菜さん29歳と、経理部の沢田さんをめぐる残業中の静かなオフィスでの出来事ですね。はい、このお話は派手な展開はありませんが、大人の恋愛における重要な心理的要素が非常に繊細に描かれているのが特徴です。まず主人公安田さんの状況から見ていきましょう。彼女は定時を過ぎてもシステムトラブル対応に追われ、本来参加するはずだった同期会に行けず、少し寂しさを感じています。安田さんは地味だけど、会社の全機能が止まる前に対処をするのが自分たちの役目という強い責任感を持つ会社員です。そうですね。システムトラブルという周囲からは見えにくい、しかし会社にとっては生命線となる仕事に従事している。心理学的にはこの状況下での孤独感と疲労が高まっている状態がポイントです。本来の居場所である同期会を逃し、心が弱っている時こそ人はサポートを強く求めます。そこに現れたのが経理部の沢田さん。彼は同期会を途中で抜けてきて、安田さんのために差し入れのお弁当を持ってきます。この差し入れの行動はこの物語の最大のターニングポイントです。恋愛心理学でいうところの実用的なサポートの成功例ですね。沢田さんは安田が来られないって聞いて、トラブル対応だと食事もろくに取れないだろうと考え、言葉で慰めるのではなく、具体的なお弁当という形で彼女に必要なニーズを満たしたわけです。しかも沢田さんは、安田のことちょっと気になってたからと照れくさそうに、しかし正直に気持ちを伝えます。上司が席を立つほどの決定的なセリフです。この行動一つで沢田さんは安田さんに対して、私はあなたの現状と頑張りを心配しているというメッセージを明確に送りました。安田さんが少し言葉を失ったというのは、まさにその思いが伝わった瞬間でしょう。さらに重要なのが差し入れ後の会話です。沢田さんはデータベース管理という安田さんの仕事の重要性を真剣に語ります。裏で支えてる部署こそ会社の生命線だと思ってる
と。これは恋愛心理学における承認欲求が深く関わっています。安田さんは自分の仕事が報われた気分だよと感じています。彼女のアイデンティティの根幹である仕事の価値を澤田さんが真剣に理解し評価してくれた。これはただ褒めるよりもはるかに強力な、あなた自身を深く理解して尊重しているという愛情表現になります。なるほど。仕事への理解がそのまま相手への深い共感につながるのですね。その通りです。そして2人の関係性を決定づけるのが物語のクライマックス。システム対応が一段落し、澤田さんが帰ろうとした時です。安田さんは勇気を出して澤田くんと2人じゃダメかなと誘います。これは安田さんの性格を考慮すると非常に大きな一歩です。彼女は騒がしい席はちょっと苦手で、でも同期の前だと一人で静かにしてるわけにはいかないしと、もともと内向的な傾向を澤田さんに打ち明けています。つまり大人数の同期会ではなく、静かに話せる時間の方が私は好きだからという自分自身の居心地の良い空間をあえて澤田さんと共有したいと伝えたわけですね。はい、これは自己開示と価値観の一致の確認です。澤田さんのまた、俺も安田とこうやって静かに話してる方がなんか自然だなと共感しました。安田さんは自分の素のままでいられる相手だと澤田さんを確信したからこそ、二人きりのデートに踏み切れたのです。安田さんの少し目をそらした言う方と澤田さんのいいの二人でという照れた返事、二人の間に流れる穏やかで静かな空調感が印象的です。大人の恋愛は派手なアピールよりも相手の見えない努力や静かなニーズに気づいて、それに対して実用的なサポートを提供すること、そしてお互いの価値観を深く認め合うことで静かにしかし確かな絆が生まれる、そんなプロセスを美しく描いた一編でした。窓の外は空港の誘導灯がきらめき、システムも街も、そして安田さんの心も確かに動き始めた夜でしたね。残業オフィスの差し入れ弁当、本日は恋愛心理学的な視点から深く掘り下げました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。春菜のプロフィールはこちらです。29歳、データベース管理を担当する会社員です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトつづりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。